では、今日の問題はこれです。はい。ここに何か言葉が入ります。A、B、C、どれだと思いますか？自分でしましょう。どうぞ。読みます。やりかけの仕事があったので、A、会議室にあります。B、会社に戻った。C、寝てしまった。答えは、はい、これは B です。答えは B です。はい、できましたか？ B、会社に戻ったです。やりかけの仕事があったので、会社に戻った。はい。意味はこれです。まだ終わっていない仕事。やりかけの仕事。意味はまだ終わっていない仕事です。仕事がまだあります。会社にあります。今日の仕事まだあります。ありました。ですから、もう一度会社に行った。その意味です。会社に戻ったはもう一度行きます。の意味ですね。はい。じゃあ、他の答え見ましょうか。会議室にあります。会議室にありますは、×です。どうして？意味はこれです。まだ終わっていない仕事があったから、はい、会議室にあります。意味がわかりませんね。ダメです。はい。じゃあ、C は寝てしまった。寝てしまった。はい。寝てしまった。これだと、まだ終わっていない仕事があったから、寝てしまった。どうして寝ますか？終わっていませんよ。仕事終わっていませんから寝ませんね。ですからダメです。はい。仕事をしましょう。はい。じゃあ、この今日の文法は、やりかけ。かけです。かけ。何々かけ。わかりましたか？知っていましたか？それ説明します。教えますね。答えはこれでした。やりかけの仕事があったので、会社に戻った。このかけは大切な文法です。N2 の文法です。やりかけの仕事。意味は、まだ終わっていない仕事ですね。まだ終わっていないです。このかけがまだ終わらないの意味があります。どうやって作りますか？やります。ます形ですね。これね。やります。意味は、します。同じですね。しますと同じです。something to do。やりますは、犬に餌をやります。犬にご飯をあげます。やります。これあります。でも今のやりますはしますの意味です。ます形です。ます形かけの仕事。これですね。ます形かけの仕事。だから、ここはます形が欲しいです。ます形かけの名詞です。noun です。ここね、仕事は名詞です。じゃあ、例えば、例です。ね、食べかけのパン。これは、ほら、食べますでしょ？ますさよなら。食べかけのパン。はい。どういうパンですか？これですね。はい。まだ食べ終わっていないパンです。はい。まだ終わっていないですからね。このかけの意味はまだ終わっていないの意味ですね。かけの意味はまだ終わっていない。だから、まだ食べること終わっていません。そのパンです。これ、写真見るとわかりますね。パンがまだありますね。見にくい。ごめんなさい。小さいですね。パン。ね、これパンまだありますね。でも、カッカッカッ食べました。でもまだあります。食べ終わっていないパン。これ、食べかけのパン
です。食べかけのパンがあります。食べかけのパンがあります。うん。じゃあ、あとは、他の作り方、これですね。読みかけの本。読みかけの本。読みかけの本といったら、本ですね。本を読んでいます。今、本を読んでいますが、本を読んでいますが、まだ全部読んでいません。例えば、100ページ本がありますが、半分読みました。半分まで読みました。まだ半分、まだです。これは読みかけの本です。今読んでいる。終わっていない。読むのが終わっていないです。もう一つ。書きかけのレポート。これももうわかりますね。レポート。レポートを、書いています。でも、まだ全部終わっていません。まだです。これです。今です。もう少しで終わります。これ、書きかけのレポートです。はい。だから、何々かけはまだ終わっていない。まだです。途中、それも言います。途中です。はい。そうです。同じ意味です。途中とね。そしてもう一つ、このかけは、マスケかけるでもいいですよ。ここに名詞がありません。名詞がない。これも使うことができます。意味は同じです。何々動詞を、このマスケ、動詞を始めました。でも、まだ終わっていませんの意味です。はい。これです。例。ビールを飲みかけてやめた。はい。ビールを飲みかけてやめた。は、ビールが、ビール、私好き。飲みたい。ダメダメ。今日は、私は、車を運転します。だから、飲んではダメ。飲みません。これです。飲みかけてやめます。しません。です。だから、ここに書きました。飲もうとしました。でも、やめました。ね、やめました。ですから、ここ、飲みかけて、飲みかけてはこの文法ですね。飲み始めた。これはまだ飲んでないですね。飲もうとしました。でもしませんでした。だからまだ終わっていない。飲んでいないです。もう一つ、これです。宿題を家に忘れかけた。これは、学校に行きます。学校に行くとき、家のドア開けました。その時、宿題、カバンの中にありません。昨日の夜しました。宿題、宿題、宿題。これ先生に出します。危ない。忘れる。危ない。忘れませんでしたね。でもね、忘れそうになった。あとちょっとで忘れました。これです。忘れそうになった。でも大丈夫でした。はい。忘れそうになった。これも、忘れかけた。ここですね。忘れます。ます系です。ますフォン。忘れかけました。です。はい。忘れそうになりました。でもまだ終わっていない。だから、忘れるを終わっていない。だから忘れませんでした。でも危なかったですね。あと少しで忘れました。はい。危ないです。こういうふうに使います。はい。でした。じゃあ、何々かける。これ大切な文法です。ぜひ覚えてください。頑張ってください。はい。読解の勉強、ぜひ私としませんか？ N2 の試験、読解の試験が出ますね。大事ですね、読解ね。そして難しいですね。N3 の時より全然レベルが違う。もうとっても難しくなりますね。私も読んでいて、問題していて、難しいねとよく思います。そっかってね、日本人でもこうしっかり読まないと間違えそうな問題たくさん出てます。はい。ですので、やっぱり皆さんがそれを勉強する、やる、試験です。合格するっていうのは大変なことだと思います。本当に。ですので、一人で勉強してて困ってる人、ぜひ私のビデオレッスン見てみてください。このビデオレッスン見ると読解どうやってやればいいっ
というのよくわかります。そして試験までに何すればいい、何の練習すればいい、わかります。私説明してますので、はい、これはやってくださいね、でもこれはあんまりやんなくていいですよとか話してますので、ぜひぜひ私のビデオレッスンを見てみてください。自分で勉強する時も助けになりますよ。だからぜひ使ってほしいです。N1 リーディングも同じようにコースがあります。3つありますので、お好きなところからお入りください。はい、N1 は特に長文困ってる人本当に多いので、これもとても人気がありますね。はい、そして、ズームレッスンも私してます。ズームレッスンです。 YouTube じゃなくて、 YouTube のライブじゃなくて Zoom で、はい、学生さんとこんにちはと話しながら授業してます。テーマはビジネス日本語です。会社で働く時の日本語、日本人と働く時の日本語、それを勉強します。はい、時間は毎週日曜日19時からやっています。はい、敬語の使い方、丁寧な話し方、会社でのですね、はい、上の人に話す時、上司に話す時とか、同僚、同じレベルの人と話す時とか、外の会社の人、うちの会社じゃない人に話す日本語違うんですね。いろんな言い方あります。あとお客様に話す時どうやって話せばいい、いっぱいルールがあります。それも全部やります。そしてあとはメール、ビジネスメールの書き方、こういう時はどうやって書けばいい、知らない人に最初初めてメールを送る時どうやって書けばいいですかとか、はい、練習します。はい、ですのでどれもですね、ビジネス日本語は簡単じゃないです、もちろんですが、やればやるほど面白くなると思います。うわーって最初難しいかもしれないけど、いろんなことが勉強できます。日本人の考え方とか、日本の伝統的なものですね、そういうものもしっかり勉強できますので、ぜひコース来てほしいです。他のところだとあんまりこういう勉強できないので、ぜひ使ってください。待ってます。一緒にこう話しながらこんにちはと皆さんの名前を言って、話しています。でみんなコースの人、いろんな国の人がいて楽しいですよ。友達もできます。はい、じゃあ待ってます。じゃあこのように、よし、じゃあビジネス日本語を勉強したいなという人、とかビデオレッスン入ってみたいな見たいなという人、この mosh.jp、このアドレスから申し込みができます。これ今日の、ビデオの下のディスクリプションとかメッセージのところに URL が書いてあります。はい、そしてさっきこれビジネス日本語は N3 合格した人だったらもう大丈夫です。今 N2 勉強してる皆さんはちょうどいいレベルです。これ、はい、ぜひぜひ入ってみてください。一緒に勉強しましょう。楽しいですよ。じゃあ、こういう連絡 Twitter からもしてます。私の Twitter ぜひフォローしてください。ラーニングジャパニーズ日本語クラスです。はい、すごくフォロワーの方増えていて本当にありがとうございます。もっともっと今以上にいろんな情報出していきますので、ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。